サムライチャンネル。サムライチャンネルへようこそ。今回はこの V ベルトのテンショナー、こちらのメンテナンスを行っていきたいと思います。このテンショナーは V ベルトにテンションをかけて動力を伝えるためのものなんですけど、手前側がオーガの駆動用、そして奥の方がクローラーに動力を伝えるためのテンショナーとなっています。そして手前のテンショナーの下に伸びているこのアーム部分。これはオーガのクラッチから手を離した時に V ベルトをね、押さえつけてすぐにオーガの駆動を止めるためのストッパーとなっています。そしてこのテンショナーなんですけど、バラす前に動画かね、写真をしっかり撮っといた方がいいと思いますね。私のようにね、勢いでバラしてってしまうと、組むときに、あれこれどうだったっけと、一瞬ね、わからなくなってしまうんですよね。まずはね、この2種類のテンショナーがあるんですけど、これがどちら側につくのか。今左側に見えているテンショナーは、このテンショナー部分がね、真ん中のナットで取り外せるようになってるんですけど、右側の方は、もうアームにね、かしめてあって、テンショナーをね、取り外すことができないんですよね。それですので注意するべきポイントはテンショナーのどちらが左なのか。これがね、一つのポイントです。そして二つ目なんですけど、それと真ん中のね、ここの部分にバネがついてるんですよね。このバネもどんな風に止まっていたのかっていうのをね、しっかりと見ておくといいと思います。そして三つ目が、このね、テンショナー一つに対して上下2本のバネでね、引っ張っているんですよね。それですので、上のバネがどこにかけてあったのか、下のバネがどこにかけてあったのかっていうのをしっかりとこの段階で確認しておくことが大切となります。そして自信のない方はね、ここ構わない方がね、いいかなというふうに感じました。さあ、それではすでにね、テンショナーが外れてしまっているんですけど、どうもね、カメラのスイッチを入れ忘れていたようですね。このテンショナーのユニットは、外側からね、2本のナットで止まっているだけですね。ただこのテンショナーユニットは、上下ね、2本ずつのスプリングで止まっていますので、繰り返しになりますが、どんな風に止まっていたのか、しっかり覚えていくようにした方が良いと思います。それではまず割りピンを抜いていきます。いや、この割りピンってね、抜けなくするための割りピンなので、抜くときのことなんてね、多分これ考えて設計されてないんですよね。今回も苦労してね、抜いているんですけど、この間ね、先輩のお宅に行って、割りピンって抜きづらいですよねっていう話をしたら、ちなみにね、今このナットを止めているのは、ネジ山をね、作業中に潰さないためですね。そのためにナットを止めておきます。それでは話を戻しまして、先輩の家に行って、割りピンの抜きづらいですよねっていう話をしたところですね。そうしましたら、そんなことも知らないのかと。そんなことでよく YouTube をやっているなと、激励のお言葉をね、いただいたんですけれども、素直に教えていただけますかと聞いたらね、突き出ているところをできるだけまっすぐに伸ばしておいて、そして、抜く側の根元をニッパーで掴んで、テコの原理で抜くんだよと。それを聞いて、もうピーンと来て、なるほどと思いましたね。今回映像がなかったので、別でね、ちょっと撮影をしてみました。まずは割って抜けなくしてある割りピンをまっすぐに戻していきます。この時にできるだけまっすぐにしておくのがポイントのようです。そして続いてニッパーで挟みながらテコの原理を利用して割りピンを抜いていきます。何度か繰り返していると徐々に抜けてくるので、このように抜くことができます。
さて本題に戻りまして、パーツクリーナーで洗浄した後は、パーツをそれぞれきれいに拭いていきます。しばらくね、分解してなかったので、古いグリスがもうカピカピになっていますね。まあ場所が場所だけにね、そんなに頻繁にグリスアップできるようなね、ところでもないんですけど、古いグリスを拭き取ってあげて、新しいグリスをね、塗ってあげると、きっと除雪機もね、喜んでくれるだろうなと、そんな想像もね、してしまうんですけど、もしこれね、ディズニーの映画だったら、人間の見ていないところで自由に動き回って、いろんな話をしているんじゃないかと思うんですよね。私のオーナーはメンテナンスをしてくれないんで、もうあっちこっち錆だらけになってきて、そろそろ整備してくれないかなーなんてね、言ってるかもしれませんよね。さて、だいぶ話はそれてしまったんですけど、ここでね、一つ気になることがね、ありましたね。このね、テンショナーの動きが悪くなってきてるんですよね。こちらはいいんですけど、こちら側、奥のね、走行系のテンショナーの方ですね。滑らかにね、動いてはいるんですけど、なんか軽くね、シャーっという感じでね、継続して回らないんですよね。この手前のテンショナーは、このテンショナーをね、外すことができるんですよね。こちら側はね、テンショナーだけ交換できるようになってるんですけど、中に入っているベアリングは、もうね、封入されていて、外してグリスアップするってことはね、できないんですよね。まあ、このテンショナーはね、外してもあまり意味はなかったんですけど、もし動きが悪くて交換する場合には、このテンショナー部分だけね、部品が取れるそうなので、参考にしていただけたらと思います。しかしこのテンショナーを考えた人もね、すごいですよね。V ベルトに、このテンショナーをね、適切な力で押し当てることで、動力を伝えていくっていうね、シンプルでね、いい仕組みですよね。そして疑問が残るのが、まあこっち側はね、テンショナー部分だけ取り外しができて交換できるんですけど、もう片側の方は、アームとね、一体になっていて、テンショナーだけね、取り外すことができないんですよね。これはなんでなんでしょうね。安全上の問題なのか、そもそも交換する必要がないっていう設計なのか、ちょっとわからないですけど、もしご存知の方いたら、コメントで教えていただけると勉強になりますので、よろしくお願いします。さあ、それではいよいよね、組み付けの方を行っていきます。この綺麗にしたパーツに、グリスをね、塗り込んで、組み付けていく瞬間ってね、私結構好きなんですよね。ただ今回ね、この組み付けの際に、映像ではね、もうだいぶカットしてしまったんですけど、あれどうなってたっけかなということでね、結構ね、迷いまして、なんで迷ったかと言いますとね、オフシーズンメンテナンスは慌てなくていいので、だいたい週末に作業するんですよね。そうしますとね、一週間も経つと、どうなっていたか、もうね、忘れてしまうんですよね。特にね、スプリングの関係ですね。間違って組んでしまうと、後でね、何倍も苦労することになるので、この撮影していた映像を振り返りまして、映像を確認して今ね、これを組み付けを行っているところです。よくあるのが、パーツをね、発注したら、来るまで結構時間がかかってしまって、どこまで作業をやったのかね、忘れてしまったなんていうのもね、過去にはありましたね。ちょうど今スプリングをね、適切な位置にね、止めていってるところなんですけど、ここをね、ミスってしまうとね、大変なので、このスプリングをね、穴に通すところがあるんですよね。いや、やっとね、形になったところで、最後は割りピンですね。新品はね、もうスッと入りますね。除雪機ってほんとこの割りピンがね、多く使われていますよね。
まあ前半で割りピンは抜きづらいっていう話をしたんですけど、まあ逆を返せばね、抜けないっていうのはね、メリットなんですよね。さあここまで来ればスプリングを4本かけて取り付けて完成となります。これもね、結構大変なんですよね。今回映像もね、ちょっと適切なものがなくて、ちょうど影に隠れてしまっていてね、見にくくなってしまっているんですけど、大変なだけにね、非常に満足感のあるメンテナンスを行うことができました。そしていよいよ春ということで、暴走族のね、活動の準備もね、始め出してるんですよね。先日もね、暴走族のステッカーをついに作ってしまいました。最後までご覧いただいた方にそーっとね、お伝えしておきますので、また応募していただけたらと思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。